それではですね、下準備としまして、UEFN 側を立ち上げまして、テンプレートで、確認用の島を作る設定をしていきたいと思います。使う場所としましては、テンプレートの空白でいいんですけれども、こちらのですね、データをプロジェクトの場所に、自分が作るところですね、に必ず、フォルダを作っておく必要があります。プロジェクト名もご自身の分かりやすいように設定をしてください。現状、Unreal Engine 5と UEFN につきましては、メタヒューマンを使うことはできるんですけれども、そのデータの移行が別々となっております。ですので、メタヒューマンを UEFN でも使う場合、再度インポートが必要になります。インポート場所は、ウィンドウのメニューからメタヒューマンインポーターをクリックします。こちらで、ログインしていただくと、自分のメタヒューマンが選択できますので、こちらをクリック。そして、また今私の場合は説明用にすでにダウンロードが済んでるんですけれども、こちらをダウンロードしていただいて、UEFN 側でも自分が使いたいメタヒューマンを先にダウンロードしておいてください。こちらも少しお時間かかりますのでお待ちください。もしダウンロードできておりましたら、こちらの追加というボタンができますので、こちらを押すことで、コンテンツブラウザ内にメタヒューマンを取り込むことができます。それでは、マーベラスデザイナーの、作業を説明していきたいと思います。まず、使用しているアバターについてですけれども、ライブラリーのアバターの中のメタヒューマン、こちらの中の今回はこの、アバターを使っています。ご自身が選ばれたメタヒューマンクリエイターでの体系の名称と揃えるように、ここは注意してください。データにつきましては、基本的には、今回使うものに関しては、多少の揺れ感がより分かりやすいようにフレアの形状を作っています。バーベラスデザイナーさんの方での、公式の YouTube でも記載があるんですけれども、シミュレーション属性、こちらの粒子間隔を18、追加の厚さを5、追加の厚さレンダリングを3と設定しています。この、ですね、ファブリックについてなんですけれども、現状起こり得る可能性としまして、4K のデータですと、マーベラスデザイナー上、もしくは Unreal Engine 5上では基本的に問題がなかったんですけれども、UEFN に持っていく際に、大きすぎるデータに関しましてはエラーが出る場合があります。ですので、今回このファブリックは 2K のサイズで抽出したものを使用しています。そうしましたら、UV に関しましてもこちらで、処理していきますので、UV エディター、こんな感じですね。基本的にはこの1マスに収まるように、そして重なりがないように配置していきます。で、こちらのですね、2D のパターンウィンドウですね。おそらく、先ほどの UV は、基本的に、テクスチャの概念なので、ノーマルや、普通のディフューズを書き出すときの配置になるんですけれども、おそらく、マーベラスデザイナーから、UE5 に持ち込む際の、こちらの配置、この後説明するんですけれども、UV 展開したものを、ウェイトを調整することがあるんですけれども、そちらはおそらくこちらの、2D パターンウィンドウのものをそのまま、持ってきているのかなという印象ですので、ここでもなるべく配置が自分の見やすい、こっちは、僕の場合はフロント、バック、ライト、レフトという感じですね。ですので、この辺の配置も、ご自身が操作しやすいようにしていただければと思います。
それでは、書き出しをしていきたいと思います。パターン全体を囲いまして、ファイルからエクスポート USD を選択します。名前を入れましたら、こちらの USD のエクスポートの画面になります。オブジェクトのパターン以外はチェックを外して、単一のオブジェクトではなく複数のオブジェクト、薄いではなく厚いを選択していただきます。統合の UV 座標。そして、ここですね。Unreal Engine 5また UEFN に持っていくときに、今回 Chaos Cross を使うにあたって、こちらのシミュレーションデータを使いますので、こちらにチェックを必ず入れるようにしてください。で、今回は基本的には DAS のセンチメートルを設定していきます。OK でデータの書き出しを待ちます。はい、こちらで、Marvelous Designer で作った衣装の書き出しができました。それでは Unreal Engine 5の画面に戻りたいと思います。はい、それでは、準備してきました、データをもとに Unreal Engine 5の作業を説明していきたいと思います。設定はゲームのサードパーソン。デフォルトのままで構いませんので、こちら、プロジェクトの自分の保存場所とプロジェクト名を決めていきます。できましたら作成をしてプロジェクトを作成します。はい。それではこちらで画面が立ち上がりました。まず最初に、先ほど作りましたメタヒューマンクリエイターのデータを読み込んでいきたいと思います。ウィンドウからブリッジを立ち上げまして、このように、ログイン画面が確認できましたら、自分の、アカウントでログインをお願いします。はい。ログインができましたら、左側のメタヒューマンのところですね。で、ダウンロードができていましたら、こちらのローカルのところにご自身のが入っていると思いますので、こちらで追加ボタンを押してメタヒューマンを追加していきます。こちらでメタヒューマンが、読み込めましたら、こちらにブループリントの形でメタヒューマンがありますので、こちらをレベルの中に配置してみましょう。はい。そうしますと、一番最初に、このように配置しようとすると、必要なプラグインがありませんというような、こういったものが出てきます。こちらはすべて有効にするで、再起動をお願いします。はい。無事再起動できましたら、このようにメタヒューマンが読み込めています。それでは、こちらのメタヒューマンに対して、洋服を着せる準備にあたりまして、プラグインの設定が必要なので、こちらを設定していきます。コンテンツ上にですね、追加するために新しくフォルダを作ってしまいましょう。今回は Marvelous Designer の MD で作っていこうと思います。プラグインの設定の仕方は、この右上の設定のボタンをクリックしましたら、こちらにプラグインとあります。Chaos Cross なので、このように CHA と検索していただきますと、このように出てきます。はい、こちらは、Epic Games さんが公式から出している部分になるんですけれども、抜粋しまして、Chaos Cross のこのジェネレーター、あとこちらですね。もう一つ、Chaos Cross のこちらのアセットに必ずチェックを入れるようにということなので、こちらにチェックを入れていきたいと思います。はい。まずは、こちらですね。Chaos Cross のアセットエディターで、このようにですね、ベータ版ですというふうな注意書きが出てくるんですも、すべてはいで大丈夫です。でこちら、すべてチェックを入れた後に再起動しますので、一旦そのまま作業します。で僕の場合はこのエディターの方にもチェックを入れております。
次はですね、ML と入れましたら、このようにですね、カーソルが下がっている場合もありますので、必ず上の方にしていただきまして、こちらですね、該当の2箇所をチェックしまして、そしたら再起動を押してあげます。先ほどのメタヒューマンの作業を含めまして、今2回ほど再起動しているんですけれども、先にこちらのプラグインをチェックしまして、メタヒューマンを読み込もうとすると、同時に1回の再起動で済みますので、こちらはご自身の環境に合わせてお試しいただければと思います。はい。再起動が終わりましたら、こちらのプラグイン画面は×で消していただいて大丈夫です。では、早速、Chaos Cross の設定をしていきたいと思います。まず最初に先ほど作りましたマーベラスデザイナーのフォルダーを選択。右クリックをしまして、こちらのメニューの中の物理の中にクロスアセットがありますので、こちらを設定します。はい。設定できましたら、こちらをダブルクリックします。必ずこのようなメッセージが出ますが、基本的にはこちらは気にしなくて大丈夫です。作業軽減のためにですね、こちらの自分のクロスのアセットを元々のサードパーソンマップの方に今回は付け足していこうと思います。そうしましたら、このように、ノードが組まれている状況になるんですけれども、いろいろな効果はもちろんあるんですが、基本的に使いますのはこの1から4番までですね。こちらになります。で、この中にも、詳細な設定ができる項目はあるんですけれども、こちらは、マーベラスデザイナーさんの方で提供している Chaos Cross の説明の中で十分解説していただいているので、今回の説明の中では、省略させていただきます。それではまず最初に USD のファイルを読み込みます。こちらの項目を左クリック。そうしましたら、こちらのところにインポートのデータが出ますので、こちらの点々点という3つのボタンのところをクリックします。はい。こちらで USD のデータが読み込めました。私の場合起きた事例としまして共有しますと、この USD ファイル、本来的にはこのようにスムーズに読み込めるんですけれども、なぜかですね、僕の環境、今、デスクトップが Windows 10で使っています。それ以外のスペックとしましては、メモリが32、グラフィックボードは3080です。特に、大きな性能の差はないんですけれども、同等のノートパソコンで Windows 11、メモリが64で、グラフィックボードが3060が入っているものでも試しているんですけれども、同じですね、マーベラスデザイナーのバージョンで、USD ファイルを同じデータを読み込んで書き出した場合、なぜかですね、私の場合は Windows 10の方の、USD データはエラーとして読み込まれないという症状がありました。で、Windows 11の方のノートパソコンから書き出したものは、このように無事に読み込めているので、ちょっと私の方で現状どういった原因によって USD データが、破損している、または、読み込めない状況で書き出されたかはわからないんですけれども、もしこのインポートの時点でエラーで読み込めない場合は、複数台パソコンをお持ちのお客様がいましたら、こちらの方法で別のもので試していただくと、回転する場合があります。ですので、USD ファイルが読み込めない場合は、書き出したソフト、もしくはパソコンに何らかの不整合性があるのかなと思いますので、もしエラーが出ましたら、こちらもお試しください。はい。次のこちらですね。トランスフォームなので、こちらでサイズ等々は変えられるんですけれども、基本的にはそのままで問題ありません。はい。2番目はスケルタルメッシュの設定になります。こちらでは、こちらのもともと設定されているものの中の、こ
こちらですね。ボディを選択します。こちらに選択した、メタヒューマンのボディが入っていれば大丈夫です。では続きましてこちらですね。3番。こちらが先ほど、マーベラスデザイナーの画面でも少し話しましたウェイトペイントになります。こちらの黒い部分が全く動かない状態。で、こちらの方で設定をしていくんですけれども、ペイントとスムースがありまして、ペイントは基本的にベタ塗りという形になります。スムースはそれをぼかすというような形になります。今回はペイントで袖とスカートを揺らす設定をしたいので、こちらを表現していきたいと思います。左クリックで塗れますので、このように揺らしたい部分、こちらをまず最初に大まかにベタ塗りをしていきます。ある程度できましたら、スムースに変えまして、こちらを境界線をぼかすイメージで、グラデーションを作る感じで表現していきます。はい、こんな感じですね。で、このようにですね、隣接するパーツに、同時に、表現といいますか、こちらの、色がついてしまう場合がありますので、この場合ですね、ペイントに変えてから属性値1が真っ白です。ですね、こちらを0にしましたら、黒に戻すことができますので、動かしたくない部分は、事前に先に影響がないように黒に塗り直してあげてます。はい、こんな感じですかね。ですので、全体的な完成はこれぐらいの面積でいいかなと思います。この後の4番の作業で動作確認をしますので、その際にこちらに戻ってきて、このペイントの方法を修正するなどもありますので、こちらの3番は常に流動的にご自身の衣装に合わせて活用していただければと思います。できましたら同意をして、こちらのウェイトを定着させます。はい。そうしましたら、こちらの4番のこちら、アセットに対しまして物理アセットを追加していきます。ご自身のメタヒューマンの選択しましたボディを選びますと、まずこのように読み込まれたデータが見えまして、アセットに同じくボディを選択しますと、このように着想できます。で、この時にですね、一時停止、シミュレーションの一時停止はこちらです。元の着想のボディに戻すのはこちらです。ですので、これを一旦シミュレーションをかけてみまして、オルトキーをしますと、こちらの選択したものを中心に画面が展開できますので、このように見てみましょう。現状そこまでアバターの皮膚が見える点も確認できませんので、比較的バランスがよく配置できたかなと思います。それでは一旦アニメーションをつけて、こちらの動きを確認していきたいと思います。このようにですね、必ず着崩れてしまいますので、アニメーションを設定した後に、リセットを設定しましてから、シミュレーション。そして再生ボタンで一旦アニメーションに対してどのような服の動きになるかを確認していきます。はい。今回は少しこの手のところとここの太ももの横の部分が少し透けてしまっていますので、こちらを少し修正していきたいと思います。こちらの修正の仕方は、こちらの物理アセットのアバターの部分をダブルクリックします。そうしますと、このように、アバターに配置されていた衝突に関する調整画面が確認できます。今先ほど確認できたのはここですね。
ここの部分がおそらく透けてしまっているので、こちらの、太ももの部分の衝突の位置を調整したいと思います。回答の箇所をクリックしまして、オブジェクトのサイズを少し長めに設定して、ここの配置が隠れるようにしようと思います。あとは、このように移動もできますので、左右のバランスを見ながら、ご自身の、アバターの動きや布の動きに対してアプローチしていただければと思います。そしてですね、少し手の干渉が大きかったように感じましたので、こちらも薄めにして、指先の衝突にあまり干渉しないように設定してみようと思います。こちらの設定は、設定をこのように調整した後すぐ反映されますので、そのままクロスに戻ります。シミュレーションをかけて再生してみます。今度はお尻の部分もやはりちょっと透けているのが確認できましたので、ここもですね、ちょっと調整していこうと思います。このようにですね、少しずつになるんですけれども、ここですね。横から見たときにお尻の部分に対して衝突の反応が少し小さくなっていますので、今回はこちらも大きくして、少しだけですけども、反応させるのと、あとここの横から見たときの腰のここですね。ここに対しては少しこの元から入っている、立方体のものですと、少し、カバーが難しいと思いましたので、こちらの、ですね、カプセル形状のものを追加してみようと思います。追加する方法は、まず該当の近しいところをクリックしますと、このように、付随した名前のところに、母音がどこかということがわかるようになっています。この母音を左クリックしまして、右クリック。形状を追加で、今回は、カプセルを追加して、このように、球体を追加しようと思います。これは元についている、母音に対して付随してくれるので、位置としては必ずその付けたい母音に対して追加するというイメージで大丈夫だと思います。今回はお尻の部分のところなので、横から見て、これぐらいで設定してみようと思います。そうですね、もう少し強めにやっても良さそうですね。そうですね、ここも少し出ていますので、このようにですね、細かいですが調整を続けていきます。
こんな感じですかね。こちらで、比較的自分の目で見て、衝突ですとか、中のアバターのスキンが見えていない状態まで確認できましたら、こちらで Chaos Cross の設定は完了です。できましたデータは保存しておきます。はい。それでは、ここまで来ましたら、マテリアルについて、説明をしていきます。Unreal Engine 5で使われるマテリアルと UEFN で使われるマテリアルに、実は互換性がないものがあります。ですので、そちらの解説をしていきたいと思います。はい。現状ですね、このような、マテリアルが入っているんですけれども、このままでは使えないために少し調整をしていきます。右クリックで、マテリアルを新規で追加します。で、こちらにつきまして、ダブルクリック。そうしますと、何も今入っていませんので、こちらに対してコンテンツドロワーのマテリアルですね。こちらを使用していきます。はい。こちらがベースカラー。こちらがノーマルとなります。で、この接続をしましたら、今度はですね、このように選択されていると、その該当のパーツになってしまいますので、何もないところをクリックしまして、こちらですね、詳細設定のモデルをクロス。下の方に詳細設定がありまして、この中のスケルタルメッシュとクロッシングとナナイトにチェックを入れまして、こちらを適用します。で、上書きを保存しましたら、こちらに戻ります。そうしましたら今度は、これをさらにクリックしまして、右クリック。マテリアルインスタンスを作成。としまして、こちらのインスタンスを作成します。そうしましたら、元々のトレスの、インポートした際に、スケルタルメッシュという項目ができていますので、こちらをダブルクリック。そうしましたら、こちらの、項目に対して、新しく作りましたマテリアルインスタンスを選択しまして入れ替えます。こちらでデータを保存します。はい。こちらまでできましたら、先ほど入れ替える前にあったデータは、こちらは使えませんので、削除をしておきます。はい。これですね、入れ替えたんですけれども、このようにですね、もともと使われたものに対しまして、何か代替のものありませんかというようなエラーメッセージが出ますので、この時も先ほど設定したはずなんですけれども、再度同じマテリアルインスタンスを選択して置換をお打ちください。このように消すことができました。こちらで、マテリアルの調整ができましたので、UEFN に持っていく手順に移りたいと思います。はい。ここまで来ましたら、Unreal Engine から UEFN へ移動するための、手順を説明していきたいと思います。クロスアセットを選択しまして、右クリック。アセットアクションの中の移行を選択します。基本的には、こちらの入っているものすべて持ち込みでいいんですけれども、場合によっては、Unreal Engine と UEFN 側の、メタヒューマンは、必ずつながっているわけではないので、こちらのメタヒューマンのところをチェックを外すという場合も考えられますので、ご自身の環境でもし、不都合な点などありましたら、こちらもお試しいただければと思います。一旦今回はこのまま全てチェックが入ったまま OK をします。はい。そうしましたら、先ほど、フォルダーを指定して作っていただきましたご自身のフォルダーの中に、プラグイン、そしてこちらですね、こちらのフォルダの中まで選択しまして、フォルダの選択をします。
そうしますと、今、作りました Chaos クロスやそれに付随した必要なものをすべてパッケージとして、こちらに UEFN 側で操作できるように調整して書き出してくれます。はい。すべて書き出しが終わりました。そうしましたら一応念のためにですね、すべて保存しまして、一旦 Unreal Engine 5の操作はこちらで終了となります。それでは画面を切り替えます。はい。それでは、UEFN の方に、移行できましたので、UEFN の操作を始めていきたいと思います。まず最初にですね、こちら、フィルターのメニューがあるんですけれども、こちらでその他のフィルターの中の下から3番目、Unsupported にチェックを入れて、こちらの方に、クリックしてオンにしますと、現状ですね、こちらの、Unreal 5では使えたんですけれども、UEFN 側で、使えないデータが全て確認できます。これは最初に入っていた Fortnite や Epic のところには当然なく、今持ち込んだ移行したデータのみに反映します。ですので、まず最初にやるべきことは、こちらのフィルターを使いまして、こちらのサポートされてないデータを Ctrl+A で全て選択しまして、デリートキーで削除をお願いします。はい。そうしましたら、このようにですね、確認画面が出る場合がありますが、すべて強制削除で大丈夫です。はい。削除ができました。そうしましたら、このフィルターをオフにしまして、通常の画面に移りたいと思います。まず最初にメタヒューマンを、こちらに出すんですけれども、現状のままでは入っていませんので、ウィンドウからメタヒューマンインポーターを選択。自分のファイルからダウンロードしておいたメタヒューマンを選択して、追加ボタンでこちらのメニューに追加します。はい。無事追加できましたら、こちらを画面上に配置します。少しですね、ちょっと紙が乱れているんですけれども、今回はこのまま設置していきたいと思います。そうしましたら、まず最初に、こちら、ブループリントのメタヒューマンのダブルクリックします。はい。そうしましたら、こちらの左側、コンポーネントの中のボディを選択しまして、この状態で追加ボタンを押します。Chaos クロスを選択したいので、CHA と Chaos 入れまして、Chaos クロスを配置。そうしましたら、こちらの Chaos クロスの中のクロスアセットに対して、自分で作りましたドレスを選択して着想させます。この状態でコンパイル。上書き保存で、保存しきれてないものがあるので保存しましょう。はい、保存できました。そうしましたら、この状態で画面を戻します。続きまして、この画面の状態で、こちらですね、詳細の中のボディを選択しますと、アニメーションが設定できます。一旦ですね、アニメーションを設定しまして、動きを確認しましょう。全体的にそんなに破綻してないかなと思います。もう少し、動きの大きなもので試してみましょう。はい、大丈夫そうですね。はい、そうしましたら、一旦この状態で、保存をしていきます。で、この状態でですね、一旦セッションを開始とするようにして、フォートナイト上でどのように見えるか確認していきたいと思います。このように保存画面が出ましたら、基本的には保存をしていきます。
ですね、セッションを開始をしましたら、確認画面でおそらくこのプライベートにするというものが出てくると思います。こちらはすべてプライベートにするで OK です。内容を保存してください。はい。ですね、このように、基本的に、私が試している実感なんですけれども、必ず、UEFN で設定が終わった後にセッションを開始をすると、一度必ずクラッシュするという症状が出るかと思います。ですので、この場合は普通にそのままクローズをして、再度同じデータを立ち上げ直してください。はい。先ほどと同じデータを開き直した状態になります。そうしましたら、もう一度この状態でセッションを開始をしてみましょう。検証に失敗しましたと出まして、ログが確認できるようになりました。で、このメッセージのログを見ますと、こちらですね。元々の、トレスに使っているテクスチャーに原因があるかと思います。一旦修正をスキップしまして、本来でしたらこのようなエラーが出る場合、出ない場合あるかと思いますが、今回ですと、マーベラスデザイナーで、USD データを書き出したときに、同等の UV のテクスチャがありますので、そちらに置き換えることで、修正できましたので、こちらの手順を解説していきたいと思います。まずは、マテリアル側のこちらですね。こちらに、USD の時に、書き出しましたテクスチャを入れていきます。今回はこちらの2つになりますので、こちらを選択してインポートします。はい。無事インポートできました。そうしましたら、マテリアルをダブルクリックして、設定をしていきます。今回、先に設定していたマテリアルがエラーの原因になっていましたので、どちらとも選択しまして、デリートで削除。コンテンツドロワーの先ほど追加しましたマテリアルに入れたテクスチャを配置し直します。ベースカラーとノーマル。もう一度、シェーディングモデルがクロスになっていること。下の仕様の配置をスケルタルメッシュ、クロス、ナナイトというものにチェックが入っていることを確認しましたら、適用ボタン。そして、上書きをしておきます。はい。こちらで、置き換えられていますので、先ほどの原因になっているテクスチャー、こちらを、2つとも選択しまして、デリートで削除しておきます。それではここまでできましたら、設定を変更した部分を保存してください。念のために。はい。そうしましたら、再度セッションを開始ボタンを押して、こちらでテストできるか確認していきましょう。それでは、追加でですね、ちょっと事例として確認できている部分を共有したいと思います。まず最初に、Unreal Engine 5から、移行を使いまして UEFN に持ち込んだこのクロスアセットのデータなんですけれども、UEFN 内でこちらを開いてしまいますと、中で設定をしていた先ほどの Chaos クロスの設定が全て消えてしまうという事例があるみたいです。ですので、基本的に Chaos クロス、このクロスアセットに関しましては、UEFN に持ち込んだ場合、使用ダブルクリックで設定するということは避けていただければと思います。はい。こちらの画面が出ましたら、エラーが解消されて、フォートナイトに接続がされている状況になりますので、しばらくお待ちいただいて、状況を確認します。はい。ゲーム内に入ることができました。少しですね、ちょっとお尻の部分の、衝突がちょっと気になるかなとは思いますが、それ以外の部分の、クロスアセットの揺れ感は、裾の部分と袖口の部分は綺麗に揺れている感じが出ているかなと思います。今回はこのような手順で、クロスアセットを
ち込むことができました。皆さんの環境やデザインによっては、もう少しいろいろなところをケアしないと、破綻してしまう場合があるかとは思いますが、まずは一度このような手順で、マーベラスデザイナーで作った服を Unreal Engine 5へ、そちらの設定を移行しまして UEFN に服を持ち込むという手順で試していただければと思います。ご清聴ありがとうございました。